んにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はやっと完成したフレーム修正機で曲がったフレームを修正してみる動画です。その前にフレームをしっかりと固定するためのアンカーボルトを打ち込む下準備をします。鋼材の代金を節約して家の柱を利用するため、しっかり合わせないとアンカーボルトの穴がずれそうです。なのでまずは位置決めをするための組み上げ、鉄パイプを切断してスペーサーを作成。左右からの圧力に耐えてくれることを願います。 M10 ナットでしっかりと固定。バイクのフレームとの固定が完了したらアンカーボルトの穴開け準備にかかります。コンクリートの床にマーキング。それではコンクリート用のドリルビットで穴開けスタート。おっちゃん、ハンマードリルを買ってしまいました。そんな頻繁には使わないとは思いますが、こういう箇所の穴開け専用工具なので持っておいても損はないはず。しかし思いつきで購入してしまったので罪悪感が。妻よ、ごめんなさい。アンカーボルトの打ち込みはこんな感じで良いのかな。土台を差し込んでみます。ぴったり、良い感じ。あとはナットで締め込めばしっかりと固定できそうです。支柱用のアンカーボルト用の穴開け。鋼材にあらかじめ M12 の穴を開けてあるので位置決めは簡単ですが、穴が少し斜めになってしまったので最終的にボルトが通らず1箇所穴を広めに開け直しました。こういうところが素人作業だなとしみじみ思います。それでは設置作業に入ります。ベースプレート、ジョイント金具、うまくはまりました。ナットもちゃんと通ってます。土台はこんな感じでもう片方も仕上げます。アンカーボルトの穴開けも完了したので鋼材の加工作業は終了しました。フレーム修正機の全体像。ガレージがごちゃごちゃしていてごめんなさい。しっかりと固定されています。あとは修正機が油圧ジャッキのプレッシャーに耐えてくれるかどうか。車体の固定装置も分解する恐れもあります。いささか不安だらけです。荷台がついていた箇所を扉の柱に固定しました。これで左右にかかるプレッシャーに耐えてもらえます。 H 鋼の柱の根元も補強的な意味合いで左右をつないでみました。効果があるか分かりません。目測ではズレが分かりにくいのでレーザー墨出し機を買ってみました。このレーザーをもとにフレームの曲がり具合の修正をしてみたいと思います。レーザー墨出し機は5000円くらいでした。棚の取り付け位置を合わせたりマーキングしたりいろいろと使えそうな工具です。コンパクトで良い感じ。収納ポーチもついてました。メインの電源スイッチとモード切り替え用のスイッチ。シンプルな構成です。カメラの台座にも取り付け可能だったのでカメラ用スタンドに装着。便利と言いますか、フレームの曲がり具合がはっきりしてきました。テールランプの中心とシートの中心、そこを通った赤いレーザー光。フロント側は中心が出ていないのがはっきりと分かります。やはりねじれるようにフレームが曲がっているようです。ステムのボルトまでレーザー光が届かないようです。完全にセンターからずれています。ひどい歪みようです。赤いレーザー光がカメラに映りにくいため照明を落としてみました。センターのフレームが少し左に曲がっています。正面から見るとねじれるように左に傾いています。リア周りはレーザーがきれいに重心を移しているのでフロント周りだけ曲がっているようです。どうやらね
じれを修正しながらフレームの傾きを修正しなくてはいけない模様。おっちゃんの修正機は3次元的にフレームを修正できるわけではないので、本当に直せるか心配になってきました。まずはねじれたフレームを左右からプレッシャーをかけてねじれを修正してみたいと思います。それにしてもこの状態で無理やり乗っていたおっちゃん、原因不明の肩の激痛はこのフレームの歪みのせいでした。フレームの歪みでまっすぐに走らないバイクの軌道修正を体が受け止めていた感じです。フレームの歪みは体の歪み、皆さんもお気をつけください。作業に戻ります。ボトルジャッキ2台でねじれを取る作業です。カメラの位置が悪くうまく撮れていませんでした。反省。ボトルジャッキは横にすると油圧がかからなくなって少し苦労をしました。前をたびたび失礼します。行ったり来たりの作業なんです。本当はフロント周りも全部バラしたかったのですが、外すと面倒くさいなというおっちゃんの悪い癖が出てます。話変わって H 鋼の柱もジャッキのプレッシャーに耐えてくれてます。追加工の可能性もあるなと考えてましたが大丈夫そう。何回かプレッシャーを加えて縦のねじれが修正されてきました。何日かにわたって修正の繰り返し、その間もちゃっかり通勤で乗ってしまうおっちゃんでした。その度にハンター株の外装を外し、修正機組み立て正直機がめいりました。縦のねじれもだいたい修正が完了した感じです。おっちゃん自作のライトステーが歪んでて曲がってるように見えますが大丈夫です。曲がった車体に合わせていたもので、この状態でも最初よりはマシになりましたが、まだ歪んでいます。今度はフレーム自体の曲がりの修正、うまくセンターが出てます。これで完了かなと思ってましたが、ジャッキを外すと元の形に戻ります。平常記憶合金かと思いましたが、どうやら修正するにはもっと強く曲げないといけないようです。曲がった鉄棒をまっすぐに伸ばす感じを考えると、確かに曲がった以上に力を加えないとまっすぐにならずに曲がっています。これはやはり難しい。素人が手を出す領域ではないですね。無理な力を加えすぎて曲がりすぎたり、プレッシャーに負けてフレームの溶接が割れたり剥がれたり、まず間違いなくフレームに傷も入って車体の価値も下がるのでおすすめはしません。おっちゃんは CT125 を乗り潰すつもりなので気にしません。と言いますか、溶接箇所が割れたらどうしよう。今のところ修正作業中に嫌な金属音はしていません。さて、何日かにわたって修正していってる感じですが、時間がかかってるだけでなかなか修正作業が終わりません。横に配置したボトルジャッキの油圧低下の補完に木材を挟んで高さ調整をしています。油圧が下がってしまうのでジャッキアップできず、思うように力が加えれなくなってました。今度は厚めの角材をスペーサーにして圧力をかけていきます。だいぶ歪みが修正されてきた感じがします。恐る恐るの修正なのでとても時間をかけています。おっちゃんにかかるストレスも極大です。今の作業も車体の右側から結構なプレッシャーをかけているので、上から見るとフレームがバナナ状に曲がっています。このまま戻らなくなったらどうしよう、不安だらけです。もし破壊的に曲がってしまったら、というか破壊したら、もう1台買ってこっちは部品取りにするかなとか考えながら作業をしていました。この作業過程も1回ではなく、細かく10回くらい繰り返して歪みを少しずつ修正しました。とても気が張る作業です。フレーム修正屋さんが高額なのもわかります。とは言っても、おっちゃんのフレーム修正作業はあくまで簡易修正なのでミリ単位で完璧な修正ではありません。本職の方から見れば遊びのような作業内容ですが、おっちゃんにはこれが精一杯なんです。なのでおっちゃん、自己責任でやってます。
今回の修正が最後の工程だったかな。疲れてきたのか思いっきり負荷をかけています。笑い。編集しながら動画を改めて見ると曲げすぎじゃないかっていうくらい曲げてます。恐ろしい。でもこれくらい曲げないとフレームが戻ってきちゃうんです。毎回フレームの歪みが戻ってくるたびにまだまだかと脱力感が襲ってきます。いや本当に加減が難しい。それにしてもフレームは剛性も柔軟性もある鋼材でできてるんだなとしみじみ思いました。普通の鉄だとこれだけ圧力をかけると折れそうです。もしかしたらフレームの溶接箇所も特殊な溶接方法なのかな。ジャッキの油圧を下げるとみるみる間にフレームが戻っていきます。ジャッキを外してみました。まだ少し曲がっているように見えるのでもう少し修正。何をやってもなかなかうまくいかないのがおっちゃん的クオリティ。後日も2回ほど修正。だんだんと歪みが取れてきた気がします。フレーム修正機自体も修正中は1回も修理や改造をする必要もなく余分なコストもかからなかったので良かったです。溶接箇所も割れもなく耐えてくれてました。ちゃんと溶接できてた感じです。これが今回の最終修正でした。おそらく数ミリのズレはありますが完璧なフレームの修正は車体のデータも計測機器もないので無理です。ですが気にならないレベルまでには修正することができました。何回か試乗をして問題もないことを確認。やっと安心して通勤できます。では今回の動画は